皆さんこんにちは。ジャパニーズヨガハッピースートラの夏美です。今日のヨガのレッスン動画では肩こりを解消するような、上半身をスッキリさせるヨガのメソッドを伝えていこうと思っています。で、よく肩が凝るんですとか肩甲骨周りがスッキリしないですというような相談を受けるんですが、現代人はやっぱり生きてると前にばっかり動きが多いんですよね。パソコンしたり、スマートフォンをしたりってどちらかというと肩が内側に入ってくる動きが多いと思います。で、よく巻き肩と言われているタイプの方もこの胸の筋肉であったり前の方ばかりがぎゅーっと縮みやすい状態を作っていって、それで肩周りが凝ると感じたりすっきりしないというような形になるので、今日はその肩周りを開いていくような動きを多めにしようと思っています。で、もう一つはぐっと前に縮こまるような形でずっと過ごしていると、実は胸の空間が狭くなって呼吸が浅くなって、さらに筋肉が緊張するというサイクルになっていきます。そういったところから自律神経が乱れていったり、呼吸が浅く息苦しく感じたりという方もいらっしゃると思うので、今日はぜひ呼吸をたくさん通せるような体を作っていきましょう。ではよろしくお願いいたします。さあ、まず楽な座り方です。あぐらのような姿勢でもいいですし、正座になってもいいので、お尻がどっしり安定するところで座っていきましょう。まず今の自分の肩周りの硬さを確認したいので、両手指先を肩に添えます。肘同士をセンターで合わせていた時に、つけられると理想なんですが、難しいなと思う方は寄せる程度で構いません。そこから息を吸って肘を上、吐きながらゆっくり回してまたセンター。これで今の自分の肩の可動範囲がわかるかと思います。繰り返しましょう。吸って上、吐きながら真ん中。もう一つ、逆回転します。吸って開いて、吐いて前。で、この時に例えば上の方が回りにくいなとか、右左の左右差ですね、それを確認するようにしながらゆっくり続けましょう。さあ、あと1周くらい回ったところで動きを止めて両手を地面です。鼻から吸って耳と肩をぎゅっと近づけて肩をすくませましょう。吐きながらストップ、戻します。さあ、ではまず手を真横に、広げていきますね。先ほどの内側にねじる動き、外側に開く動き、これを繰り返しましょう。これを内旋と言いますね。で、外に開く動きを外旋と言います。内ねじりする形は肩が詰まる動作ですね。で、反対の動き、両方行った方がいいです。では今度外ねじり、この開いている状態で肘同士を背中の後ろで引き寄せるようにします。軽くまた腕を伸ばして引き寄せる。繰り返しましょう。伸ばして引き寄せる。呼吸に合わせてみます。吐く息でシュッ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 10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。 OK。 一旦リラックス。肩を力さずにはーっと回しましょう。ちょっと脇腹の方にも効かせるアプローチです。さあ、ではですね、この小指の側面をスーッと指でなぞっていって、ちょうど手首と手のひらの間あたりでしょうか。第5中手骨っていうんですかね、小指の骨の底辺が実は見つかります。で、ここが詰まってたりすると痛みがあるんですが、軽くクッと押して、握ったり開いたりを繰り返す形でもいいですし、ちょっとゆらゆらっとしましょう。これを説明すると、この、肘下、この部分が緩んで、上腕三頭筋と言われている二の腕のちょっと気になるゾーンですね。ここが緩んで肩甲骨の下から広背筋という大きな背筋が緩むというメソッドです。で、ギュッとしたり力んだりせずに、肩をリラックスする形がベストです。なのでちょっとゆらゆらとさせたりしましょう。体をほぐしたいなとか柔軟性を高めたいなという時はぎゅうぎゅう引っ張っても体が緊張するだけなので、
できるだけふにゃーっと自分も楽にしながらにしましょう。では一旦腕をほどいて反対側ですね。同じように小指の側面を指でなぞってちょうど底辺が見つかるので、そこをクッと軽く押してはーっと楽にします。息が浅いと感じている方、こう詰まっている感じがするという方は、だいたいこう肩が緊張してこうすくみやすいこう形になっていたりだとか、無意識でもう緊張する癖がこうついているかと思います。でそれをどんどんこうほどいていくというか緩めていきたいんですが、例えば普段の生活でも口からはぁとかなんでしょうね、お仕事中にやったらどうしたんだろうって言われてしまうかもしれないんですが、このため息をはーっと吐くっていうのも肩の力がこう一気にファッと抜けて緊張がほどけていくので、なんかこうモヤモヤしてるっていう時なんかに、こっそりはーとか本当は思いっきりやった方がいいんですけどね、これもおすすめです。さあもうそろそろいいでしょうか。では一旦腕をほどいて肩をぐるり。私はもうこの時点で結構軽くなってます。ではですね、次はビアガラアーサナ、虎のポーズというのを一緒にしていきましょう。まず肩の真下に手首をついて肩幅程度です。骨盤の真下に膝、腰幅程度で、足の甲は寝かせておいた方が膝への負担は少し軽くなります。お好きな形でもいいです。でこの状態からまず右手を一歩前に出しますね。そうして一息吐きましょう。ふう吸いながら背中を反らします。尾てい骨を上に向けて胸を前に開きながら視線上です。で肩はすくませないように少し下げて首を長くニョキッと出しましょう。では吐きながら尾てい骨を下に向けておへそを覗き込むように丸い背中でぐーっと背中を丸め込んでいきましょう。繰り返します。吸いながら胸を広げて吐いてふー。さあでは今度はもう一歩前に行きます。ここで吸いながら胸を開いて吐いてふー。今度腕から脇にかけてもたくさん伸びる感覚になると思います。もう一度吸って伸びて吐いてふー。さあ右手を寄せて反対にチェンジしましょう。左手を一歩前です。もう一度吸って胸を開いて吐いて丸い背中。今度は左の肩、脇、肩甲骨のあたり、少し刺激を感じると思います。吸いながら開いて吐いてふー。さあもう一歩前で少し遠めに出しましょう。吸いながら吐いてふー。左の肩側、肩甲骨のあたりがぐっと開いてる感じでしょうか。もう一度吸って胸を開いて吐いてふー。さあでは手をゆっくり寄せて正座に戻ってもう一度肩はー。これだけでも結構肩がほぐれてくるのでおすすめです。さあ、次はですね、花輪のポーズというものに入っていきます。足を大きく開いていきますが、こうしゃがんだ時にしゃがめない、かかとが浮いてしまうんですという方はよくいます。なので気にせずというか、このままだとかなりきついと思うので、かかとの下に何か挟み込めるヨガマットを丸めて挟んでもいいですし、ない場合は何かこう座布団であったりこう置けるものにしましょう。でふくらはぎであったりこの辺りが柔軟性があまりなかったり股関節がちょっと硬めかなっていう方には多いんですが、徐々にほぐれてくるとしゃがめるようになってくるので練習しながらいきましょう。さあでは足を開いてで膝の内側に肩を入れます。この状態から前に前に手を伸ばしていきます。そして今度左手を遠く前に伸ばしたら親指を床に向け親指を這わせるようにしながら足に引っかかると思います。そこで肘を曲げて背中に回します。
反対に右手も遠く前で親指を床に向け、この親指床を這わせてトンと足にぶつかったら曲げます。でこの状態で先ほどの吸って伸びて吐いて丸めるを繰り返したいんですが、亀が甲羅から首を出すようなイメージですね。吸って胸を開いて吐いて、ここの背中の上の方の部分を使っていくイメージです。また吸って吐いて繰り返します。吸って吐いて、あと一呼吸です。吸って吐いて。さあ、では手をほどいていきましょう。この姿勢はちょっと難しいので、最初この絡められないなという場合は同じようにこの吸って吐く、手を前についたままでも構いません。ではここからはうさぎのポーズをしていきたいと思います。正座を作っていってだいたい腰幅程度に一度開きます。その状態から手をつき、頭を地面につきましょう。そしてお尻を持ち上げて頭頂部です。頭のてっぺんを地面に着地させて、もし違和感や痛みがあったら楽な姿勢に戻ってください。心地いい場合は動きを止めて、手でサポートしながらゆっくり前後に動かします。ちょうど生え際の方から頭の先にかけて、刺激をするような形です。シャシャンカーサナウサギのポーズ。頭を刺激することで目や首周りをリフレッシュさせてくれる姿勢です。またこの頭蓋骨の刺激が、実は頸椎、首の骨の方もそうなんですが、背骨全体を整えるという効果があります。で居心地のいいところやここが気持ちいいなというところでもちろん止まってみてもいいと思います。ゆっくりお尻をかかとにストンとついて一休憩しましょう。高さが欲しい場合は拳を重ねてそれよりも手を伸ばしたり後ろの方が心地がいいという方はどちらでもいいです。おでこでなくてもこめかみでもいいですし、肘をついてという感じでもいいです。自分の力が抜けるところで自分の体に合わせてヨガをしていきましょう。あと一息この子供のポーズは背中や腰をリラックスさせる効果もありますが、血液の流れを安定させてくれます。では両手を肩の下からゆっくり起きてきて、最後は正座やあぐら好きな座り方で拳を握ってこの後頭部、頭の後ろ側ですねから首元をトン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 優しく叩きましょう。振動を送ることで脳の幹、脳幹に刺激を与えて自律神経やホルモンのバランスを正常化します。私たちの無意識の部分を整える動きがこのトントントンという優しく叩く動きです。では動きを止めて一度解放し、最後肩を回してみましょう。最初のように、肘をセンターで合わせ吸って上吐いて回す、これでチェックをしてみてもいいかと思います。そうすると私なんかも最初と最後で全然違いがあったんですが、皆さんどうでしょうか。今日の体の違いであったり、この動きが自分の体には合うなというのをぜひ見つけていただければ嬉しいです。さあ、今日の動画が参考になったという方はぜひいいねボタンお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。今日もありがとうございました。今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。インスタグラムもあります。ハッピーなつみで検索してみてください。